ちは。視線 X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第16回1981年は対立というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。1981年頃の人口ピラミッドを見ると、ある特徴的な事実に気がつきます。それはこの頃の20代前半くらいの人口がその前後と比較して少ないことです。いわゆるくびれ世代とも呼ばれるこの頃の若者たちの動きを追っていきましょう。そこで参考になる書籍がスターリンのドラマーであった乾潤さんの著作「中央線は今日もまっすぐか」です。全て引用できないのが残念ですが、乾さんのかなり鮮明な記憶と物の見方が虚色なく描かれていて、1ページごとに必ず一つは笑えることが起こる、そういう本です。スターリンは遠藤道郎さんと乾さんが2人で結成したバンドですが、世代的には遠藤さんは乾さんより10歳近く上、スターリンを結成した時点ですでに28歳ですから遅いデビューと言えます。無論全教頭の洗礼を受けており、後年吉本隆明さんの信仰を持ったり、その吉本さんを挟んで坂本龍一さんと対立したりしています。吉本さんは1960年代において日本共産党的、あるいはその下部組織である民主青年連合的な組織的協情主義を批判する形でアンパン屋を例にとり大衆に寄り添うという立場を取ります。吉本さんが提唱した大衆の現像とは、関係の絶対性に基づき大衆の表層を見つめることによって見えてくる真相であり、規範的大衆像と言えます。そこには思想の相対性に対する関係の絶対性、平たく言えば生活に根ざしたものこそが多くの人にとってより重要であるという非常に単純な論理を思想として打ち出したという意味で画期的であったということができるでしょう。大衆の現像というものは果たしてどの程度機能したのか、あったのか、ここで語るのは避けたいですが、少しだけ言及しておけば、左翼的協情主義を批判するという意味においては確かに強い力を持っていたと言えますが、大衆を無条件に肯定する事態を招いたという意味では単にポピュリズムとして機能してしまう欠陥があったと言えるでしょう。しかしながらそれは大衆の増長であって吉本さんの責任ではありません。乾さんの自身への評価は非常に冷静です。著作を引用すれば、遠藤さんが公然わいせつ罪で逮捕された後、それが週刊誌に登場して人気を増していくわけですが、その頃ほとんど連絡を絶っていた親が珍しく手紙を送ってきた。週刊誌を買ったという、すごいなとか書いてある。息子がチンポを出すバンドで逮捕されてすごいなである。これを親バカというのか本当のバカだったのか。この話をメンバーにしたら慎太郎の親は全く逆の反応で本気で感動されてしまったという。真逆の反応とはいえ、どのみち親は俺たちがやっているデタラメを気にしていたのだ。何のことはない。慎太郎も俺も所詮は中3階級のクソ息子。しかも2人ともアートスクールだ。道郎は国立大学の経済学部をすでに卒業しているが似たようなものだろう。慎太郎の両親は日教祖系の学校教師だった。親によって反応は違うものの、アメリカやイギリスのシーン同様、既存のオールドウェーブにファックしたのは俺たちのようなアートスクールの元透かした意識高い系、すなわちボンクラどもだったわけだ。このように中3階級のクソ息子のボンクラがパンクという方法で既存のオールドウェーブにファックしたのがこの時期です。この時期、様々なバンドが過激なパフォーマンスで人気この時期、様々なバンドが過激なパフォーマンスで人気を博していくわけですが、例えばアナーキーのボーカル中野茂さんがバーストシティという映画の打ち上げになぜ自分たちを起用しなかったのかとスターリンの起用に不満を持って殴り込みをかけたり、犬のライブ音源などではリザードなんかに負けへんと、アホのリザードファンにもわかる簡単なロックンロール行くわなどと挑発する様子が確認できます。その他様々な場所でテレビに出演するといった自分より良い思いをしているバンドのライブに殴り込みをかけるという出来事が乱発しています。そうした行動を起こさせる動機は妬み、嫉妬と呼ばれます。戦略的な部分も多分にあったと思いますが、このように他人を羨み、それを素直に表明するというのはある意味牧歌的な時代だったと思います。60年代の学生運動に遅れて生まれ、世代的には相対的に少数だった彼らが大きな声を出すのは必然だったと言えるでしょう。
パンクロックという衣装を借りて表明されたのは潜在的な不公平感への苛立ちであったと思います。そしてそのパフォーマンスは過激化していきますが、その原理はどこにあるでしょうか。ハンナ・アーレントという映画はドイツ系ユダヤ人であるハンナ・アーレントさんがナチスの戦犯アドルフ・アイヒマンの裁判を傍聴したレポートに基づいた作品ですが、その中に示唆的な言葉があります。それは実際に迫害を受けたユダヤ人よりその子供世代の方が報復感情が強いというものです。そうした点に基づいて考えれば、この時期のパンクスの過激化はその前提、1970年代の学生運動とその不全感が下地にあると考えて良いと思います。制度や社会に対しての反抗をしようにもそのような機運はすでに失われていました。この時点でデモ行為などの社会運動は若者からは離れたものとなっており、その姿は乾さんの著作にも描かれています。遠藤 B や俺に限らず、国たちのプチブル的リベラリストを嫌悪する者は多く、いや多いというより日露を含めた全員が嫌悪していた。大通りの両側に桜が咲き誇る季節には花見客に国は安全だと言っている、原発を国たちへ誘致しようと説いて回ったり、急に雨の降り出した夕方には傘を拾っては駅の改札で無料で配ったりした。無論誰も受け取らない。何を言っても何をやっても賛同する者など誰一人いない代わりに怒鳴り込む者もいなかった。まさに国立的プチブルの正しい仕草だ。このようにこの時点での社会運動は単なるうるさい割に何もできないものだと認識されていますが、これは彼らが潜在的に社会意識が高いゆえにその当時の運動の欺瞞的側面を見逃すことができなかったからでしょう。実際に2011年東日本大震災以降は乾さんや遠藤さんたち自身も声を上げていくことになります。そこで注視すべきなのが彼らの出身地です。遠藤道郎さんが福島県の出身であることは周知のことですが、田舎、特に農村部では見ず知らずの人間は絶対に信頼しません。対して都市部ではそれが行われます。例えば都市部ではレストランで知らない人間が作ったものを食べ、知らない人間が運転する電車や車に乗りますが、このような振る舞いは都市化によって初めて生じたことで、それはさほど古いことではないんですね。国立的プチブルと呼ばれた人々の仕草は、そうした都市に過剰適応した人々の奇妙な連帯感による振る舞いであり、田舎から出てきた者がそこに違和感を覚えるのは当然であったでしょう。彼らは地元からの逃亡として東京を選んだわけですが、そもそも東京への逃走理由でしかない大学に若干の期待の矛先を向けたら、ここがまたハマトラの姉さんとサーファー野郎がセックスばかりしてやがるクソ世界で、要するに期待外れがあったわけです。そうした背景を踏まえて彼らの鳴らした音楽やパフォーマンスを振り返ると、都市と地方の格差やミュージシャンの技術的な壁、さらには演奏者と聴衆との壁をも破壊しようとしていたことが見て取れるでしょうし、そこに集う人々も演奏者との関係において立ち現れる関係の絶対性によって確かに当事者として存在することができるという報酬を期待していたと考えることができます。富山県でのライブで乾さんがライブ中にタムがついたバスドラを客席に投げつけたところ、女子高校生の額を切り裂き、そのまま入院した彼女の病室を見舞ったそうですが、引用すると、俺もきちんと浴びたはずだが彼女の反応は予想をはるかに超えたものだった。あれはあなた方の表現だと考えています。そしてその表現に関わることができてむしろ光栄に思います。以上のようにスターリンに代表される当時の日本のパンクバンドは、感覚的には透かした東京という都市に地方から妬みをベースに略奪しに向かい、桃太郎よろしく実際に鬼が悪いことをしたのかどうかもわからないまま破壊しまくったと言えるでしょう。そこには地方都市という関係だけでなく、世代間また聴衆と演奏者という壁も破壊する意志があり、実はその原点には吉本さんのように関係の絶対性という1960年代からの思想が流れ、これはある意味では闘争を正当的に受け継いだと捉えることもできるでしょう。実際に遠藤さんは1950年生まれ、安保闘争に絡んだ世代ですが、その闘争の舞台がステージという仮想空間となったのは、ある意味では社会運動の決定的な規模縮小とイカ作用だとも言えます。
他方、1981年の裸のラリーズは山口藤夫さんとのツインギターのコンビネーションがこの年の3月を最後に解消されます。この期間中、国立のマーススタジオでレコーディングセッションが行われていますが、結局発表されることはありませんでした。山口さんが演奏する最後の演奏が1981年3月23日ですが、山口さんのギターも相変わらずキレが良く、これが短期間で終わったのは残念です。しかしその後の山口さんの活動を見ていくと致し方ないことだったと思います。1981年、対立でした。この時期、いわゆるインディーズ的な活動形態はスターリーなどのパンクバンドの出現によって活性化しました。そこでスタッフやイベントの主催といった形で活動を支えるのは、地方から次々と流入する学生であり、それらは活動に参画することで自分たちが乗ることのできないメジャーな音楽産業との対立構造を自らの手で強化していくことになりますし、そうした学生は中産階級のクソ息子であったことでしょう。そこから動員されていった人々の一部は自らも楽器を取り音楽を始めていくことになりますし、その媒体として裸のラリーズも機能していたということができます。ステージと客席との関係がパンクの出現によってぐっと近くなったのは間違いないでしょうが、それが裸のラリーズにおいてどうだったのか体験していないので知る由もありません。しかしながらこの頃の裸のラリーズに対する人々の期待の質はおそらく大きく変わったと思います。アンダーグラウンドの帝王という存在は人々の期待によって成立したのであり、そのためにはアンダーグラウンド音楽の週刊誌的な大衆化が必須でした。次回1982年は天国というテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪星和夫でした。